2024年4月1日から日本語教育機関認定法という新しい法律が施行されます。というより、これをご覧の頃にはもう施行されましたといったところでしょうか。この法律はこれまでの日本語教育を大きく変えるような法律です。この法律によって日本語を教えるさまざまな日本語教育機関が認定制度へと変わっていきます。留学生を受け入れることができる日本語教育機関や就労者や生活者を中心に受け入れる日本語教育機関といった具合に認定制度が適用されていきます。一応この制度への経過措置として5年ほど時間が与えられていますが、こちらの上の方ですね、ここに書いてある法務省国事項なんていう名称も5年以内に消滅していくでしょう。今現在海外から留学生を受け入れている日本語学校も5年以内にこの認定を受けなければ留学生の受け入れができなくなってしまうのです。それと同時についにというか、とうとうと言いますか、日本語の先生たち、日本語教師に対する国家資格登録日本語教員という制度も新しく始まります。この資格は国家資格で特に取らなければ日本語の先生になれないというわけではなく、例えば海外からの留学生を受けるこれまでの法務省国事項に引き続き勤めるならば、その学校が認定される条件として全ての先生がこの登録日本語教員でなければならない、こんな条件が付けられています。ですので私もぜひこの国家資格は取りたいと思っています。また新しい日本語能力の判定基準、日本語教育の参照枠も発表されました。今後はこの日本語教育の参照枠が日本語能力の評価の主流となっていくでしょう。そこでこの動画ではその日本語教育の参照枠についてお話ししたいと思います。まずこの日本語教育の参照枠ですが、実は2001年にヨーロッパで開発されたセファール、ヨーロッパ言語共通参照枠、これを日本語向けに少し修正を加えたというものになっています。ということですので、この日本語教育の参照枠でもセファールと同じようにこのように日本語能力レベルが6段階に分けられています。最も基本的なレベルを A1 または A1 レベルといい、その次のレベルが A2 レベル、そして B1 レベル、B2 レベルといった具合にレベルが上がっていき、 C1 レベル、C2 レベルとなっていきます。この C2 レベルが最も難しいレベルとなっています。そしてこちら6段階ですが A、B、C といった具合に大きく3段階に分けられており、その最初の A 段階を基礎段階の言語使用者なんて呼んでいます。そして真ん中の B 段階を自立した言語使用者と呼び、一番上の C ランクを熟達した言語使用者と呼んでいます。これが新しい日本語能力のレベルとなっていきます。そしてこの日本語教育の参照枠はセファールと同じく言語知識の量を表すレベルではなく、言語実践能力とか言語運用能力を判定する参照枠として4技能5領域で判定されます。外国語学習において言語知識は非常に重要です。けどそれら言語知識を単体で覚えていてもコミュニケーション、やり取りには役に立ちません。その言語知識を使ってやり取り、コミュニケーションを取るためには技能が必要となります。その技能が4技能5領域になります。で、その4技能、一つ一つ見ていきますと、1つ目、読む力。2つ目、聞く力。これは読んでわかる、聞いてわかるといった具合の技能になって、この2つを受容なんて呼んでいます。そして話す力、書く力、こちらの2つはですね、話して相手に伝える、書いて相手に伝える
ということで算出なんて呼ばれています。この4つに加えてやり取りというのが加わって、これを4技能5領域なんて呼んでるんですね。呼び方はいろいろあるんですけれども。で、日本語教育の参照枠では、これらの4技能5領域一つ一つに6段階のレベル判定の基準、参照枠が設けられています。例えば、ある日本語学習者の評価ですが、こちら。まず、読む力 A2 レベル、聞く力 B2 レベル、話す力 B2 レベル、書く力 A1 レベル、そしてやり取りが B2 レベル。こんな風に判定されるんですね。で、こちら。これは私が作った学校の成績表に載っているグラフですが、このようなグラフにすると、その日本語学習者の日本語能力が一目瞭然にわかる。これが日本語教育の参照枠による評価です。こちらの方を見るとですね、この人は会話はとても上手だけれども、字を書いたりですね、文字を読んだりする力が弱いんだなっていうのがわかると思います。ついでに、こんなのはどうでしょうかね。読む力が B2 レベル、聞く力が B1 レベル、話す力が A1 レベル、書く力が A2 レベル、そしてやり取りが A1 レベル。で、グラフをお見せしますと、こんないびつな形になってしまいます。実は、このような日本語学習者の方が実際にいるんですね。というのを、日本語能力試験をはじめ、日本語の検定試験では、読む力と聞く力、そして言語知識の量を測るといった検定試験がたくさんあります。その検定試験に合格するのが目的で、一生懸命日本語を勉強した結果、やり取りとか話す力というのがなかなか伸びず、また試験でマークシートとかっていうね、そういう試験だったりすると、書く力なんてのもスキルを伸ばすことができず、このような結果になってしまう。で、実際にですね、日本語能力試験の N1 とか N2 を取った日本語学習者の方でも、会話してみると話が通じなかったりとかですね、こういうことが起きてしまうんですね。言語知識をたくさん持っていても、やり取りできる、会話ができるようになるためには訓練が必要です。日本に来てある程度生活していると、それなりのやり取りはできるようになるのですが、特に海外に住んでいて、日本語を使う機会があまりないような日本語学習者の方が検定試験を目指してしまうと、先ほどのグラフのようなですね、いびつな形になってしまいますが、実はこれって日本の昭和のおじさんおばさんたちはすでに経験してるんですね。昔の日本の学生たちが受験した英語ですね。英語の検定試験なんていうのも、読む力とか文法とか単語とかですね、あとリスニングなんて聞く力を判定するなんてのもあったんですが、たとえ1級、一番上の級に合格しても、ろくな英会話、英語での会話ができないなんてことが起きていたんですね。で、もちろんスピーキング、話す試験とか会話の試験っていうのもあったんですけれども、あらかじめ質問を想定して答えを暗記しておけば、普通にその試験に合格してしまうといった試験でした。ですので、その検定に合格したといっても、英会話が上手だという証明にはならなかったんですね。それと同じく、日本語の検定試験でも読む力、読解ですね。聞く力、聴解ですね。読解と聴解、そして言語知識を判定するような試験では、この日本語教育の参照枠の判定としては、一部の能力しか判定できないということで、様々な検定試験も今後いろいろと改定を加えていくなんてことが今言われています。そして実はこの4技能5領域だけじゃないんですね。コミュニケーションに関する技能として文法能力、これは皆さんが想像する文法とはちょっと意味が違うんですけれども、社会言語能力、談話能力、ストラテジー能力、そしてその他の能力といった具合に4技能5領域以外の範囲でも
この日本語教育の参照枠の6段階のレベルが用意されています。このような形で日本語学習者の皆さんの日本語能力を判定していく。これが今後主流となっていくでしょう。じゃあ実際にどのように評価判定するのか。その評価判定の方法としては、能力記述文 can do というのを使うのですが、そのお話はこの次の動画でしてみたいと思います。よろしければチャンネル登録をして、次の動画のアップまでお待ちください。